この納屋部分です。ここね、少しおしゃれにしていきたいっていう中の、小さな第一歩。何も考えずにボックスを買ってきたわけではなくですね、いろいろ調べました。めちゃめちゃ優秀っぽいです。こういったものたちを片付けていく作業をしつつですね、それだけじゃ面白くはないのでですね。クロワークス！はい、どうも、クロワークスです。ということで、今回の動画はですね、整理整頓会ということで、最近ね、クロワークスっていう YouTube チャンネルを活動を再開していこうということで、あんな動画やこんな動画や、そんな動画、撮影してですね、活動を強め始めたんですが、活動を強め始めるにあたって問題になってきたのがこちらでございます。いろんなケミカル類だったり、いろんなちょっとしたアイテム、というものがですね、動画に必要だからって言って、いろんなものを買っていくと、物が溢れてくるっていう状況が発生してしまったと。なので、今回は、ダイソーのね、収納道具たちを使って、収納していってみようじゃねえかっていう、そういう動画でございます。クロワークス100均とか、ダイソーとか、セリアっていうキーワードを使って動画を作ってみたかった。ということで、今回買ってみたのはこちらのボックスたち。それぞれね、このボックスも、このボックスも300円で販売しているものでございます。このあたりのボックスね、めちゃめちゃ優秀っぽいです。ただね、100円ショップとかダイソーとかセリアとかそういう言葉を使いたくて何も考えずにボックスを買ってきたわけではなくですね、いろいろ調べました。こういった収納ボックスで、ちょっとした小物を整理できるボックスで、より安価なものはないかなとか、よりね、使い勝手のいいものはないかな、コストパフォーマンスも含めてですね、そういった製品がどこかで販売されてないかっていうのをすごく探し回ったんですけど、探し回った結果ですね、やっぱり100円ショップを謳ってるダイソー、セリア、そのあたりが最強だという結論に至り、これを購入してきました。なのでそのあたりの話をしつつですね、実際にこの荷台に散らばってるもの、その荷台に散らばってる以外のものでも整理整頓したいガレージ用品なんかもあったりしますんで、ガレージ収納について、僕がわかる範囲のお話をですね、皆様に紹介しつつ荷物を片付けてってみようかなというふうに思います。今回はね、ついでにね、DIY 用品として100円ショップで使えそうなものも購入してきたんで、そんなものを紹介しつつ、ボックス紹介してみようかなというふうに思います。買ってきたものはこんな感じ。1個100円、ジルコニア研磨ディスク。これはね、番手が40番のものですね。これはディスクグラインダーにつけることができるこんな感じのディスク。100円だからもしかしたら耐久性とかが弱いのとかね、本当にプロの方が使うものと比べると、チャチーなものだったりするかもしれないなと思ったんですけど、使い物になるんだったらいいなと思って、試しにディスクグラインダー用のものを買ってきました。あと購入したのがこちら。クロワークスでもね、何度かご紹介してますが、金属磨き系だったりとかっていうところには結構使えるリューターですね。ルーターって書いてあるけど、僕はリューターと呼んでます。リューター用のフェルトバフとダイヤモンドカッター。これね、リューターでなんか作業するときに使えそうだなっていうことで、これも購入してみました。あとは、リューターのビット類なんかが収納できるこういった収納。これは100円。ボックス以外で今日購入してきたものは、これ全て100円だったりします。今日はね、この辺りのものも全部収納できるようにボックス使って収納していこうと思いますので。ということで、実際にボックスを紹介してってみますかね。こちらまずストックボックスってなってますが、300円で売ってます。CD が24枚入るということなんですけども、サイズがですね、幅が 27.5、高さが 20.6、幅が 17.4 センチということで300円のものです。なんでね、これがいいなと思って購入したかっていうと、これよりね、もう少しワンサイズ大きいやつで、なんかシューズボックスみたいなものも売ってたんですけど、シューズボックスでもっと幅が広くて使い勝手良さそうだったんですけど、パチンと止めるこの機構が左右2つに分かれてたんですよ。なんで実際の使い勝手考えた時に、そんな重いものも入れないですからね、ロック機構が1つだけのものの方が使いやすいなっていうところと、これ他のボックスでもねそうなんですけど、積み重ねて使うことができる、コンテナボックス的にも使うことができる構造であることっていうことで、これストックボックス300円の方がいいなというふうに思いました。もうワンサイズ小さいもので200円のものも売ってました。そこら辺はね、収納するもののサイズによって使い分けができたらいいななんて思ったんですけど、こうやって重ねて使うときに多少斜めにしても振っても動かないぐらいしっかり固定ができて積み重ねることができるっていうのはね、サイズ違い買ってしまうと叶わなくなるんで、大きいものに合わせて300円のものでこうやって積み重ねても収納ができるような同一サイズのものを購入した方がいいだろうなということで、今回はこちらのストックボックスを5個購入してきました。これで1500円ですね。さらにこちらですね、工具箱ツールボックスということで、皆さんネットでね、ダイソーツールボックスとかで検索してもらうと、こっちのタイプのツールボックスじゃなくてワンサイズ大きくて、こっちと同じような透明なケースで中に収納がついてるようなツールボックス工具箱出てきてると思うんですけど、僕はねこっちの方が丈夫かつこうやって
ロック機構はないけども、上に物を積み重ねておくことができそうな構造ということで、こっちを購入してきました。まあ、用途によってはね、ダイソーでも人気のあるもう一個の商品あると思うんで、それを購入してもいいと思うんですけど、僕はね、こっちの方が使い勝手良さそうなんで、購入してきました。ということで、実際にこれも開封してみましょう。ということで、これもロックは1箇所のみですね。しっかりとロックができます。取っ手がついている。そんな感じで、このまま持ち運びできますね。中はというと、はい、中にトレイが1つついていて、普通のボックスになっていると。こんな感じのツールボックス。これはこれで意外と使えるんじゃないでしょうかっていう感じですね。これを使ってどうやって収納していくかっていうことなんですが、収納したいものがですね、こちら、クロワークスでもたびたび紹介しております、ダブルアクションポリッシャーとかね、インパクトドライバー用のポリッシャーバフみたいなのも購入してたりします。こういったものを購入したのはいいんですけど、はい、見てください。クロワークスの活動拠点、クロワークスベースはですね、こんな感じの古い木造の丸太で組み上げられたような、そんな納屋がね、活動拠点になってたりします。なんで、そういった場所でね、これをこのままこんな感じで外に置いておくとですね、僕の愛車の DL センちゃんのようにですね、こんな感じでホコリが溜まってってしまうと、こういったスポンジ類とかバフ類、こういうものはね、ホコリは厳禁だと思います。なんで、まあ、こういった納屋で保管しておくのにも、ホコリとかのね、影響が受けないように、こういったボックス必要だなっていうふうに考えてたんですね。あとはね、こっち見てください。こんな感じで、だいぶぐちゃぐちゃになってますよね。こういったところもですね、買い足しで少しずつ増えてきた、あんな道具やこんな道具、そんなものがね、整理できずこんなにチェストの中に溢れ返っていたりですね、リューターもこんな段ボールの箱に入ってたりとかで、結構ですね、いろんなものが溢れて整理ができない状況になってきていると。そういう状況になってきているので、ちょっとした小物ですね、電動工具に使うアタッチメントとか、そういったところのものとかね、塗装関係、コンパウンド関係とか、ここは違うか、こんな感じのちょっとしたものとかですね、そういったものたち結構溢れ返ってます。こっちにもいますからね。こっちはキャンプ道具とかだったりするんですけど、こういうものを整理して後で収納しやすくするためにですね、まずは小物類からしっかりと収納しやすいものに収納していってやろうじゃないかと。クロワークスベースのね、この納屋部分です。こうね、少しおしゃれにしていきたいっていう中の、小さな第一歩。そういう意図でボックスを買ってきておりますと。5択を並べてもしょうがないのでですね、こういったものたちを片付けていく作業をしつつですね、それだけじゃ面白くはないのでですね、これからガレージを始めようと思ってる人とか、実は納屋付きとか倉庫付きの家を手に入れたんだけれども、そこをこれからガレージに改装しようと思ってるとか、秘密基地にしようと思ってるみたいな人に、収納の面でのあれこれ僕が経験してきたことを少し喋りながら、このボックス片付けていこうと思います。作業を始めていくんですが、このダイソーのシール嫌だよね、まずね。これを剥がしていきつつ、綺麗に剥がれるかな。綺麗に剥がれなかったらパーツクリーナーで拭けばいいんだけど、どうせだったら綺麗に剥がれてほしいの。はい、ということで。クロワークスをね、長く視聴していただいてる視聴者さんだったらご存知だと思うんですけれども、このクロワークスっていうね、YouTube チャンネル開設当初はですね、今のね、クロワークスベースっていう千葉県香取郡多古町に活動拠点を置いていなかったんですよね。じゃあ以前の活動拠点はどこだったのっていうと、僕の地元である埼玉県越谷市。そこでですね、一軒家僕持ってました。その一軒家に関しては、当時クリエイターズハウスなんていう名前を呼んでね、自分でね、クリエイティブなことして生きていきたいっていうふうに思ってる奴らとかが、自然と集まってですね、シェアハウスみたいなものを行ってですね、その中で YouTube チャンネルクロワークスみたいなものがね、出来上がって活動していくっていうきっかけになった場所だったりもするんですけども、その家はですね、ちょっと私事を言うとですね、以前ね、結婚して家を建てて、家が完成して半年で私、すぐる代表独身に戻ってしまったっていう、そういう悲しい過去がある家だったりもしたんですね。悲しい過去があるクリエイターズハウスっていうところだったんですけども、当時ね、調子に乗ってね、ビルトインガレージ付きの自宅を建設してました。はい。注文住宅でね。頑張って詰めれば、軽自動車だったら2台、通車だったら1台、トータスリフトっていうね、自動車を持ち上げることができるね、整備用のリフト付きのビルトインガレージ作ってたりもしました。建設から7年ぐらいかな、所有してた家なんですけど、その7年の間に、ちょこちょことそんなガレージライフみたいなことやってみたり、DIY をやってみたり、このクロワークスの、ね、チャンネルでもね、古い動画をね、視聴していただきますと、以前のクリエイターズハウスと呼ばれるところでね、撮影したガレージライフの動画なんかもちょこちょこ出てきたりもしますんで、気になる方はそういった動画も視聴していただければと思います。そんなこんなでですね、夢のガレージハウスみたいなものを手に入れて、ガレージライフみたいなものを自分で実践してきた結果、それとですね、このね、クロワークスベースっていう場所に活動のね、拠点が移って、実際にこのね、納
やね、ガレージライフ的なことを実践させてもらったりとかっていうのをしていく中で、ガレージ収納に関してっていうところをね、すごく悩ましくて、すごく考えて、すごく苦労したんですよ。なんで、結論からお話ししちゃうと、ガレージハウスに憧れる場合って、こんな感じでね、通常の車庫としてというよりは、こんな感じでね、かっこよく自分の愛車をディスプレイしたいとか、そういったところで、車を眺められるような環境を、屋根付きの環境で作りたいとかっていう思いがあったりとすると思うんですよ。そのガレージライフを夢見てる人たちって。それと同時に、自分で自分の愛車を DIY したり、カスタムしたり、もしくは木工、鉄工っていうことで、あんなものやこんなものを自分で修理したり、作り上げたり、そうなってきた時に、車を展示するスペースと DIY をしていくための工具だったり、道具だったり、場合によっては資材だったりを収納するスペースっていうところがね、同じ場所にするとごちゃつきます。なので、もうこれはね、ガレージ作る人の鉄則だと思ってもらっていいんですけど、車を展示したい、車を置きたい車庫的な部分と DIY 工具、道具、資材、そういったところを収納する場所、必ず分けた方がいいです。もし分けられないのであれば、区分けする。もしくはその車を止めるガレージを少し大きく取って、その中に倉庫を設置して、道具だったり、資材だったりがガレージ内にそのまま剥き出しで保管されてごちゃつくことがないように、その収納スペースをちゃんと考えておく。それをしとかないと、自分が思い描いていたようなね、ガレージハウスっていうところは実現しません。実際に見てください。僕は実際にね、これからこう綺麗にしていく算段を立てております。いろんなところに散らばった道具や資材たち。これね、今こんな感じで倉庫綺麗にしてたりもしますけど、この後ろにもいろんなものが散乱してます。実際ね、これパレット階段の中にもいろんなもの入ってます。こんなところには脚立類が立てかけてあったり、倉庫も外にはみ出ていて、このトラクターも修理を待っている状態ではございますが、ここにもね、とりあえず仮置きで倉庫が置いてあって、こっちには外で使う農機具関係、そしてさらにですね、木材関係の建築資材っていうのは、こっちの部屋にも溢れ返っております。電動工具なんかこっちに置きっぱなしのものもあったりして、もう物が散らばりまくってて、とんでもないことになってるんですよ。あれもしたい、これもしたいって言ってね、いろんなものが増えていくと、こうなっていくのが、これが現実なんで、でも、皆さんが思い描くガレージライフ、こんなもんじゃないと思うんですよ。なんで、この僕の現実に至らないようにするためには、最初から本当に何が必要でどうなるかってイメージでしかできないと思うんですけど、収納のスペースだけは取っておくに越したことがないよっていう。これがですね、私、すぐる代表が皆様に何よりも伝えたいことでございます。なんで、その第一歩としてね、今回こういうものを送ってきて、多分大掃除かつ大工事やっていくことになると思います。このベースも。あ、これちょうどいいじゃん。めっちゃいい。これ何ミリだっけ？ 25 ミリぐらいのダブルアクションポリッシャーのバフ。ぴったり入る。これいいっすね。これがパーって全部入れられるようになるから。こういったちょっとしたね、アイテムいっぱいあるんですよ、こういうバフね。全部使うわけじゃないんだけど、どんどん車を磨く動画とかそういうのを撮影していこうとなると、やっぱりね、こういう小物は増えていってしまうものなので、皆さんもですね、都度こういうものをしっかり収納するっていうね、意識を持って環境づくりしていかないと、クロワークスベースのようにですね、気づいたらとんでもないものが溢れ返るような、そんな場所に変貌を遂げてしまう可能性があります。そこは本当に皆さん気をつけた方がいいですよ。これはですね、実際に失敗した私、すぐる代表からの忠告でございます。ガレージライフを夢見られる方は、収納について一番真剣に考えた方がいいなっていうふうに思います。ちなみになんですけど、インパクトドライバーのドリルビットね、こんな感じのセット、以前に購入したことがあります。したんですけど、ほぼ使い物になってないです。中には使えるものがあるのかなと思うんで、取っといてはあるんですけど、確かね、これでね、当時ね、2、3000円でこんなの売ってたんですよ。何かに使えるかもしれないと思って取っといてありますけど、皆さん、まとめて買っておけば大丈夫だから、こういうセットで購入しようと思って、安価なこういうセットを購入すると、安物買いの銭失いじゃないですけど、びっくりするぐらいですね、全部使い物にならない。そういったものが送りつけられてきたりとか、そういうこともあるんで、これは気をつけましょうね。この辺りがですね、インパクトドライバーで使うドリルビットだったりします。これを全部ね、マキタのボックスの中に収納するのは難しいだろうから、でもこういうものに関してはこっちの工具箱の方が優秀な気がするんだよな。この中のトレイは使わないにしても、こういうものはこういったところに全部収納してしまえば。これもね、六角軸で丸軸のドリルとかを加えることができるようなこういうアタッチメント。これね、そんなに高くないんですけど、芯ブレブレです。あとめちゃめちゃ重い。いざって時に使えるアタッチメントなんか持っててもいいのかなと思いますけど、プロの人からしたらそんなものってちゃんとしたドリル買えよってなるかもしれないですけど、DIY ヤーとしてはね、ちょっと間に合わせで使いたい場合とか、こういう道具があったりすると結構使えたりします。道具たちも収納するタイミングで油分を補充してあげて、錆が進行しないようにして収納していってあげる。大事ですよね。
はい、ということで、インパクトドライバー関係ね。これはもうこの3つで収まりましたね。コード式のインパクトドライバーとか、こういうドライバー自体とか、こういう工具自体はまた別のね、収納を考えてたりするんで、インパクトドライバー系で使う小物類、アタッチメント類っていうんですかね。そういうものはもう全てにここ収まりました。で、次がこれですね。よいしょ。はい、開けてみましょう。ドンということで、これがですね、ディスクグラインダー関係の砥石だったりなんだったりっていうのをここに全部まとめました。これもね、結構いろんなところに散らばってました。まだまだ探せば出てくると思うんですが、散らばってたディスクグラインダー関係の砥石をもうここにまとめて、こういうことは起きると思います。300円なんでね。はい。大丈夫大丈夫こういうことが起きる程度の強度感ではありますが、ね、収まりましたと。次は、リューター関係。それを、どっちがいいかなって思ってるんですけどね。ちょっと様子見て、収めてって、あとはね、電気関係。例えば、ハンダゴテとか、そういったものも、こっちにできればな、ちょっと今いろいろ考えてます。なんで、どうなるかっていうところですが、足りなければね、この収納1個300円で安価ですから、また買い足して整理すればいいんですが、あれこれ考えながら、散らばってしまってる道具たち、工具たちをね、収納していこうと思います。ちなみになんですけど、ガレージライフ、DIY ライフは収納が大事ですよみたいなことを偉そうに語ってたりもしますけども、この動画ね、ご覧になってる視聴者さんの中にはですね、おそらくガレージライフ、DIY ライフの諸先輩方がいらっしゃると思うんですよ。諸先輩方、もし可能であればなんですが、俺はこういう風にこう考えて、こういうものをこう収納してるよ、みたいなね、ありがたいお話いただけるようでしたらですね、ぜひコメント欄にてご意見、ご指導いただければという風に思います。僕もね、あれこれ考えた末に、今のところね、こういった形でこうしたらいいんじゃないかみたいな、ある一定のですね、結論みたいなところには至ってたりはするんですけれども、それでもね、まだまだちょっと思考が足りないなとか、経験が足りないななんて思うところ多々あったりもしますので、ぜひですね、コメント欄にてよろしくお願いいたします。どうしようかな。これあると楽なんだけどな、このディスクね。このフェルトとかこういったものを入れとくのがあった方がいいなとは思うんですけど、これはもう使えないな。てかね、リューターでこのワイヤーブラシ系を使うことがほぼなかったですね。ただ、このダイヤモンドカッター的なやつとか、こういう砥石的なものは、このケースに入れといた方がいいのかな。はい、リューターのビットたち、こんな感じで収めたんで、あとは、リューターにこのボックスは大きすぎるよな。ちょっとね、これだとなんか300円のボックスもったいない気がしますよね。もうワンサイズ小さくてもよかったんですけど、もうワンサイズ小さいと幅があるから入りきらなかったり。なんでこっちなのかな、こっちなのかなと思いつつも、でもちょうどいいね。ちょうどいいじゃない。これはあれなんじゃないか。ただこれをしてしまうとね、この中板収まらないですよね。せっかく300円出して買ったこの中板が使われない状態になってくるの、それはそれで悲しい。これはこれで収まりいいからこれでいいでしょう。あとはあれか、洗車小物か。この辺りのね、スポンジ類とかも、こういったちょっとしたケミカルとかも、ボックスに入れとかないとホコリかぶっちゃって良くないですからね。そこら辺を、洗車道具また頻繁に動画にするっていうことで、別の場所に置いてあったりするんですけど、その辺り、洗車で使えそうな道具たちみたいなものを、一旦、あれかな、ボックスに収められるように、ちょっといろいろ見てみようかな。整理していっちゃいます。はい、ということで、洗車用具ね、ちょっと見てきましたが、こんな感じで収めることできました。まだまだね、洗車用具に関しては、収めたいものがいっぱいあったんで、それはね、他の動画のね、撮影との兼ね合いもあったりするんで、そのあたりはまたどこかで紹介できればっていうところなんですが、今回ね、100円ショップのこういったコンテナボックス、収納ボックス、そういうものを使ってね、ガレージ用品を整理しようということでやってみましたが、実際にね、整理してみた感じ、こんな感じになりました。ということで、収納に使おうと思ってる倉庫ね、この間綺麗にしたんですけど、そこに収めてみた感じがこんな感じでございます。まだね、他のものたちもいっぱいありまして、どんどん整理をしていかなきゃいけないんですが、その中でね、今回はこんな感じに収まりましたよっていうのをね、イメージで設置してみました。この倉庫はね、電動工具関係と、入れば洗車道具関係を一箇所に収めてしまいたいななんていうふうに思ってたりもします。でもね、こっちにもね、電動工具関係とかいっぱいまだ僕が整理しきれてないものが収まってたりするんですよね。そのあたりどうなるかわからないんですが、いずれにせよこの倉庫関係に関しては撤
木工関係のものが収納できるようになればいいかなというふうに思います。こういったね、ボックスを使うことによって、収納をね、効果的にすることができるっていうことがね、皆様にお伝えできたんじゃないかな、なんていうふうに思います。ガレージ収納の部分で関して言えばですね、今回はその一部分、100円ショップのものを使ってっていうところではありましたが、こういったね、コンテナボックス関係のね、収納っていうところも、もし需要があるようであれば、整理をするときに改めて動画紹介してもいいかな、なんていうふうに思ってます。はい、ということで今回はですね、100円ショップの収納ボックス、工具ボックスを使ってガレージの整理をしてみようということでですね、ガレージ整理してみましたが、いかがだったでしょうか。正直ね、埃を避けられて、いろんなね、ものが効果的に収納ができる環境があれば、100円ショップの商品じゃなくてもいいっていうのが僕の持論ではあるんですけれども、とはいえね、やっぱコスパを考えた時には、ダイソーとかそういったところの100円ショップ、場合によっては3COINSとかも含めて、そういったところの商品をうまく活用しながら収納を振っていくっていうのはね、コスパよく、しかも綺麗にですね、ガレージライフ、DIY ライフを送っていく上では結構重要なんじゃないかななんていう風に思いました。ということでですね、最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。バイバイ。